ダイナマイトやバターの英語曲が世界的なヒットを記録するなど、各国で人気を博している韓国のアイドルグループの BTS。アジア人アーティストとして数々の初めての偉業を成し遂げている彼らは、大きな注目を集めている分、楽曲や MV の盗作が疑われたり、記者に対する対応が話題になることがありました。そこで、今回は BTS の盗作疑惑や無礼な記者に対するメンバーの対応についてご紹介していきたいと思います。BTS に盗作疑惑？ BTS に人気が出始めた頃、BTS は防弾少年団に絡めて盗作少年団と言われたのをご存知でしょうか。盗作少年団という言葉が韓国ツイッターでトレンド入りをし、1位になるほどでした。BTS のアンチは、それを見て BTS が挫折をし、勢いを止めたかったのでしょう。BTS は SNS を使ってアーミーと交流をし、つながりを大切にしてくれているので、ツイッターを見て知ったことと思います。ウィンズコンサートのファイナルに、盗作少年団の文字が表示されたことにより、メンバー全員がツイートされているのを知ったことが分かったと確定しました。オープニング VCR、衝撃でした。このシーンに出ているハングルシーンは、盗作少年団。会社でアルバム販売枚数を上げるため、買いだめしている行為が出ています。これは、去年と一昨年彼らがアンチから聞いてきた言葉なんです。韓国トレンドにもずっと上がってました。海外のアンチの人たちは本当怖い。盗作少年団とか言われてるとき知ってるの私たちだけかと思ってたけど、バンタンも見てたんだ。バンタンがすごい有名になったからって、そうやって盗作少年団とか呼ばないでほしい。アーミーはトレンド入りをした盗作少年団がメンバーの目に入らないよう必死で消そうと動きました。盗作少年団なんて言わせない。協力お願いします。広めてほしい。日本語訳したら盗作少年団ってことらしい。トレンド入りしてるし、BTS に見せたくないからみんな広めてほしいです。局長事務所からデビューして異例のコンセプトでいろんな批判を受けて、先輩のおこぼれ何十秒のテレビ出演でも嬉しくて、やっと売れたと思ったら盗作少年団って呼ばれ続けて、どんな賞もちゃんと認めてもらえなくて、それでも5年経った今、2回目のビルボードに立ってる7人が、どうか今、幸せであってほしい。歌謡年歌の写真集に盗作疑惑？ 2016 年にリリースされた BTS のアルバム歌謡年歌ヤングフォーエバー。そのアルバムの写真集のいくつかのシーンが、フランスの巨匠写真家であるベルナール・フォコン氏が1978年に撮影した代表的な写真集夏休みの一部の写真と似ており、模倣なのではないかと写真家本人が指摘をします。このことが発端となり、歌謡年歌ヤングフォーエバーの写真集のピョジョル疑惑。ピョジョルとは盗作や表説と同じ意味で、韓国でよく使われている言葉が浮上したのです。ベルナール・フォコン氏は2018年の8から9月頃に著作権の侵害に当たるのではないかと証明書類を送り、BTS が所属している事務所ビッグヒット現ハイブに合意による謝罪と賠償を求めました。ですが、この一連の指摘や疑惑について所属事務所はありふれたアイデアであるとしてこの主張を認めませんでした。続けてベルナール・フォコン氏は同じ年の10月にも直筆の手紙を送り、インスピレーションを受けたオマージュしたなどと表記してほしいと提案しますが、所属事務所は確認結果、昨年9月に提起された類似の主張は成立できないという意見を伝えたと否定の立場を示しました。実際に写真集を比較しましたが、細かな構図、シチュエーションが異なっていることや、構図自体オーソドックスなものでもあるので、偶然起こってしまったことなのではないかと思います。歌謡年歌
ヤング・フォーエバーがリリースされた2016年頃は、徐々に注目が集まってきている時期でもあったので、盗作少年団などと悲しく、心ないことを言う人も出てきました。盗作少年団って言われてから1年か。メンバー見てないって思ってたけど見てたのか。火曜年かヤング、フォーエバーあたりアンチ多くて辛かったのを思い出す。きっとメンバーも苦しんでたと思うと悲しい。血汗涙の MV に盗作疑惑。2016年にリリースされたアルバム Wings のタイトル曲である血、汗、涙。BTS の代表的な楽曲の一つです。そんな血、汗、涙の MV が先ほどご紹介した火曜年歌ヤング・フォーエバーの写真集と同じタイミングでフランスの写真家ベルナール・フォコン氏に自身の写真作品と酷似していると指摘されました。ベルナール・フォコン氏は1978年に撮影した代表作夏休みシリーズの連作になる共演 LE バンケットの作品背景や演出構造に似ていると主張しました。これらを韓国の一般紙ハンギョレ新聞が報じたことをきっかけに BTS メンバー本人たちに直接記者から無礼な質問が飛ぶなど韓国国内でも大きな話題となります。結局火曜年歌ヤング・フォーエバーの写真集と同時に事務所側が盗作を完全否定することで事態は収まりました。こちらも実際の MV を確認するとベルナール・フォコン氏の作品をもとに制作したとは言い切れない気がします。そもそも BTS のメンバーや所属事務所は以前から血、汗、涙の MV はヘルマン・ヘッセの小説であるダミアンを参考にしたものだと言及しているので盗作ではないと考えられます。一部のアーミーの間では指摘をするのは BTS の人気を利用して自身に注目を集めるいわゆる有名税なのではないかという声も上がりました。有名税ではないにしても BTS が韓国国内や世界への影響力が大きくなるにつれ彼らを非難や指摘の対象にする人が相対的に増えたと考えるのが正しいのかもしれませんね。これで盗作疑惑は無理がある気が。机を囲んでパーティーみたいなシーンはありがちだからな。著作権問題は難しい。バターに盗作疑惑？バターは2021年にリリースされたダイナマイトに続く2曲目の英語曲です。世界で最も権威のある音楽チャート、ビルボードのビルボード100ホット100では通算10回目の1位を獲得し、同チャートの2021年最多記録に世界的なヒットを記録した曲になりました。そんなバターの楽曲も盗作疑惑に巻き込まれました。今回、バターと類似しているとされたのは、日本のゲーム BGM やオランダのミュージシャンの楽曲などの2曲。韓国のポータルサイトネイトが運営するコミュニティネイトパンには、1992年にコナミが発売したアクションゲームモンスター・イン・マイ・ポケットの BGM にバターの導入部分が似ているという書き込みがされ話題になりました。議論になったモンスター・イン・マイ・ポケットステージ4の BGM を作曲した中村康蔵氏は似ているとはしながらもあくまで偶然なのではないかと言及していました。BTS は知っていましたがこの曲は知らなかったので聴き比べてみると確かに似ているなと思いました。まあ偶然同じようなメロディーが出てきたのかと思いますが面白いことがあるもんだと感心。楽曲の権利は作曲者自身ではなく会社にあるとのことです。あくまでも導入部分だけが似ており全体の雰囲気やコンセプト、サビのメロディーは全く異なるため盗作とは認められないのではないかという意見が多いようですね。またオランダ出身のミュージシャンのルカ・デボネア氏の You Got Me Down という楽曲の一部とバターのリフレーンの一部が似ているという疑惑が浮上しました。ルカ・デボネア氏はバターの作曲チームの一人
のセバスチャン・ガルシアから議論になった部分のメロディを2019年に購入したとし、バターに二重使用があったのではないかと主張しました。現在、本人が投稿した当該動画は消去されています。これらの一連の騒動に BTS の所属事務所は著作権問題は全くないものと確認した。現在も権利の側面において問題になる部分はないと釈明しました。このようなタイプの盗作疑惑は他のアーティストや楽曲でもたびたび話題になることがありますよね。バターは世界的に有名な楽曲になったため、議論が大きく注目されたのかもしれません。無礼な記者に対して BTS の対応は、記者が BTS に無礼な質問をした際、メンバーの真摯な対応が話題になったことがありました。マップ・オブ・ザ・ソウル、ペルソナというニューアルバムについての記者会見にもかかわらず、先ほどご紹介した血、汗、涙の MV の盗作疑惑について質問をした記者がいました。その時のリーダーの RM やシュガの真摯で大人な対応が話題になったのです。シュガは記者の質問に対して、それに関しては会社の法務担当と作家と話しています。僕たちの意見も同様で会社で処理しています。結果が出たらわかると思いますよ。と質問に対して真摯に回答しました。RM はそんな失礼な質問に対してもしっかりとメモを取りながら話を聞きました。ペルソナの記者会見でのこと。記者が血汗涙の MV が盗作ではなかったのかという問題についてと質問をしました。ナムさんはメモを取ってる。さすがです。それにグクの、んなわけないだろ、みたいな笑い方がめちゃくちゃ好き。表に出ちゃってるよ。あの記者会見は空気の読めない失礼記者が盗作疑惑について質問してきたやつ。メンバー含めいろんな協力のおかげで作り上げたものをこんな風に言われたらそりゃ悲しいし、本当に腹立たしいよね。なのにそんな質問さえもメモするリーダー感動だし、ユンキの結果が出たらわかると思いますも好きなのよ。一方であまりにも無礼な記者の質問に驚きや怒り、呆れた表情を見せるメンバーがアーミーの間で取り上げられました。韓国のプサン出身のジミンとチョングクの反応です。いつもニコニコジミンちゃんなのに盗作の質問に相当イラッとしたんだろうな。いや、普通だよね。あんなに大変な作業してみんなで作り上げたものだもん。日本でいう九州男児のように韓国ではプサン男子と呼ばれ、男気が強く情に熱い性格だと言われています。2人はそんなプサン男子を感じるようなリアクションをしました。この記者会見を見ていたアーミーも2人と同じようなリアクションを取った人が多いのではないでしょうか。2人は純粋な感情を一瞬出したものの、しっかりと答えてプロの対応を見せましたよね。同じ記者会見の中でこんなワンシーンも話題になりました。記者の方がスクリーンをしっかり見られるように映像が流れている間は椅子から降り床にしゃがみ込みました。配慮をすぐに行動に移せる7人の人柄を感じますよね。記者会見でしっかりメモ取るし、映像の字幕が自分たちが影になって見にくいだろうとわざわざ椅子を降りてしゃがむ気遣い、さすがバンタン。まとめ。今回の記事では BTS の盗作疑惑や無礼な質問をした記者に対するメンバーの対応についてご紹介しました。世界的に人気のアイドルになるにつれ、盗作疑惑の話題が大きく報じられることもありますが、彼らを評価している人たちが世界各国に多く存在するのは事実です。盗作騒動に惑わされず、BTS が制作している作品を楽しみに、これからの活躍も応援していきましょう。